サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはフェイクレザートートバッグです。100円均一ショップで売っている合皮歯切れを1本使って作ることができます。今回はこちらのネイビーの合皮で作りました。とてもシンプルなバッグなので、今回はこちらのシルバーのカシ目で持ち手を留めまして、そしてこちらも100円均一ショップで売っているブレスレットチェーンを使ってこのようなチャームを作りました。シンプルだけど大人っぽくてシックな雰囲気のバッグに仕上がりました。サイズはバッグの口が横幅38センチ、底が25センチ、高さが23センチ、12センチのマチ付きです。今回は合皮なので裏地はありません。とてもシンプルな作り方なので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。フェイクレザートートバッグの材料紹介します。100円均一ショップで売っている合皮歯切れを今回使用します。サイズは45センチ ×60 センチのサイズの歯切れです。今回は持ち手をシルバーのカシ目で留めます。持ち手をカシ目で留めず縫い付ける場合はこちらの合皮歯切れ1本のみでトートバッグは作ることができます。カシ目はお好みでどうぞ。そしてとてもシンプルなトートバッグなので、今回はせっかくなので飾りにこちらの100円均一ショップで手に入るブレスレットチェーンをバッグに飾り付けしたいと思います。チェーンにこちらのチャームで可愛く飾り付けをします。こちらの丸カンを使ってチャームを取り付けます。飾り付けはお好みでどうぞ。それでは合皮歯切れを裁断します。まず広げていただきまして、こちらが横幅60センチです。上から7センチのところに線を引きます。7センチで線を引きましたら、こちらの上をカットします。半分に折りまして、半分のところでカットします。こちらの2本が持ち手になります。そしてこちらがバッグ本体になります。それでは持ち手を作ります。上下を縫い代1センチで折りまして、そして半分に折ってピンで留めていきます。もう1本の持ち手も同様に上下を1センチで折り、半分に折ってピンで留めてください。そしてどちらも両端を端ステッチします。フェイクレザーを縫う際はミシンの押さえをこちらのテフロン押さえに変えていただくと縫いやすいです。もう1本も同様に縫ってください。それでは残りの生地を袋にしていきます。まず中表に縦方向に半分に折ります。そして両脇を合わせてピンで留めていきます。両脇をピンで留めましたら、輪になっているところの角のところから横に6センチ、上に5センチのところに印をつけます。角から横に6センチです。そして上に5センチのところに印をつけまして、線を引きます。反対側にも同様に角から横に6センチ、上に5センチのところに印をつけて線を引きます。引いた線の上をカットします。
両脇を縫い代1センチで縫います。脇を縫いましたら、底のまちを縫います。このように開いていただきまして、先ほどカットした部分を骨に合わせてピンで留めます。縫い代は割っておいてください。このようにピンで留めましたら、縫い代1センチでまちを縫います。中央は返し縫いしています。それでは袋口を 2.5 センチで折っていきます。こちらの縫い代は割って折ってください。このようにピンで留めましたら、袋口のこちらの折っている端の方ですね、そちらの方から 5mm あたりのところを1周ステッチします。そして袋口のところも端から 2、3mm のところを端ステッチします。バッグをこのように表に返して内側から縫うと縫いやすいです。こんな感じです。それではバッグに持ち手をつけます。今回は持ち手をこのようにカシ目で留めてつける方法をご紹介させていただきますが、もしもカシ目で留めずに縫い付けたい場合は、バッグの中央から6センチ、6センチのところに印をつけていただきまして、そしてそちらに持ち手を留めます。このように12センチのところに持ち手を合わせて留めていただきまして、四角に縫って中をバツで縫います。このように縫って持ち手を縫い付けていただいたらいいです。今回はカシ目で留めますので、まず持ち手にカシ目を留める穴を目打ちで開けます。今回の持ち手は横幅が 2.5 センチになっていますので、持ち手の端のところから1センチで両脇の方から5ミリのところに穴を開けます。反対側にも同様に1センチで5ミリのところに穴を開けます。もう一本の持ち手にも同様に穴を開けてください。持ち手の両方にこのように穴を開けました。そうしましたら、こちらのバッグの方は裏に返してください。そして半分に折り中央に印をつけます。こちらの中央のところから左右に6センチ6センチのところに印をつけます。中央から6センチ6センチのところに印をつけました。そうしましたら、こちらの持ち手をこのように合わせます。6センチの端の部分に合わせまして、そして先ほど縫った縫い目のところにこの持ち手の端が合うような形で留めます。反対側も同様に印に合わせて持ち手を留めました。
そうしましたら、こちらの先ほど開けた穴を目印に、こちらのバッグ本体の方にも目打ちを使って穴を開けます。このようにバッグの方にもカシメを留める穴を開けましたら、一旦持ち手を外していただきまして、もう一度しっかり目打ちを使って穴を開けます。そうしましたらカシメを留めます。こちらの穴にカシメを通していただきまして、バッグの方に開けた穴にもカシメを通します。このように両面カシメで留めましたら、カシメ打ち台を使ってきちんと打ち込みます。こちらにも同様にカシメを留めます。このように持ち手を留めることができました。もう一方の方にも同様に持ち手を留めてください。持ち手をつけましたら、こちらでバッグは完成です。今回はせっかくなので、こちらのブレスレットチェーンで可愛く飾り付けをします。材料紹介の時はこのように3つのチャームで可愛く飾り付けをしようかと思っていたんですけれども、バッグに合わせてみたらこちらの2つのチャームの方が可愛いと思いますので、今回はこちらの2つのチャームをつける作り方をご紹介させていただきます。こちらのちょうど半分に折っていただきまして、中央のところに丸カンを使ってチャームをつけます。丸カンをこのように開いていただきまして、チャームを通します。このようにブレスレットチェーンに通しましたら、挟みましてこちらで留めます。この時丸カンがずれていないか気をつけてください。このように丸カンを使ってチェーンにつけました。こちらで完成です。フェイクレザートートバッグが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。